こんにちは。今日はですね、あなたの家系と遠い中東にある海峡のちょっとびっくりするようなつながりについてお話しします。今回の話では特定の政治的な立場は一切取りません。あくまでもデータと歴史の事実にだけ基づいて、じゃああなたの生活に一体どんな影響があるのか、もうこの一点に絞って解説していきます。さて、いきなりですけど、最近スーパーで買い物してて、こう思いません？あれ？カゴに入れてるものはいつもと同じはずなのに、なんか会計が高いぞって。ガソリン代もそう、電気代もそう、そして食料品まで、いろんなものが値上がりしてますよね。今日はその根本にある大きな原因の一つを解き明かしていきます。そのなんでだろうっていう疑問の答え、実は地球の裏側にある一本のすっごく狭い海の水路につながってるんです。多分多くの方が名前は聞いたことがあるけど、まさか自分たちの生活に関係があるなんて思ってもみない場所。その名前をホルムズ海峡って言います。そう、ホルムズ海峡です。遠い国の話でしょって今思いましたよね。でも、今日でそのイメージはガラッと変わるはずです。データを見ていくと、この海峡が少し揺れるだけで、僕たちの財布ももうダイレクトに揺さぶられるっていう動かせない事実が見えてくるんです。そもそもホルムズ海峡って何かというと、ペルシャ湾とインド洋をつなぐめちゃくちゃ重要な海の道のことです。まさに世界のエネルギーを運ぶ大動脈。この解説を通して、この場所がどれだけ僕たちの毎日に深く関わっているか、はっきりさせていきます。この海峡のサイズ感、ちょっと想像してみてほしいんです。一番狭いところの幅って、たったの48キロなんですよ。これ、東京から名古屋までの距離のだいたい7分の1くらいしかないんです。でも、信じられないことに、このめちゃくちゃ狭い場所を、世界の海の上を運ばれる石油の、なんと 20% から 30% が毎日通ってるんです。例えるなら、毎日東京ドーム50杯分もの石油が、この細い一本道を流れてるっていうことなんですね。じゃあもしも、この細い道が何かの理由で塞がれちゃったらどうなるのか。これ、僕たちが未来を予測する必要なんてないんです。なぜなら歴史がもう何度もその答えを見せてくれてるから。過去に起きたことが次に何が起きるかのはっきりとした設計図になってるんですね。まず最初のケースは1973年の第一次オイルショックです。中東で戦争が起きたのをきっかけにアラブの産油国が石油の輸出をストップしました。その結果、日本では消費者物価がなんと 23% も跳ね上がって、戦後初めて国の経済がマイナス成長になっちゃったんです。スーパーからトイレットペーパーが消えたあの有名な事件の引き金ですね。そして、もっと最近の記憶に新しいリハーサルとも言える出来事がありました。それが2024年の航海危機です。イエメンのフーシ派っていう武装組織が貿易船を攻撃したことで、世界の貿易に欠かせないルートが脅かされました。これってホルムズ海峡で何が起こり得るのかを知る上でものすごく貴重な前例になったんです。具体的な数字を見てみましょうか。この危機でスエズ運河を通る船の数が半分以下に減りました。多くの船がアフリカの南をぐるっと大回りするルートを選んだ結果、1回の船旅で100万ドル、つまり日本円で約1億5000万円もの余計な燃料代がかかるようになって、そしてコンテナを運ぶ値段はたった数ヶ月で 137% も高騰したんです。ここで日本のすごく特殊な事情に目を向けないといけません。僕たちが使ってる原油って実は 90% 以上を中東に頼ってるんです。この数字、世界の主要な国と比べてもずば抜けて高い。つまり、そのほとんど全部があの狭いホルムズ海峡を通って日本に運ばれてきてるんです。僕たちのエネルギーの安全はこの一本道に大きく依存してるってことなんですね。もう一つ、歴史の例を見てみましょう。1990年の湾岸戦争です。イラクがクウェートに攻め込んで、ホルムズ海峡の周りが一気に緊張しました。その結果どうなったかというと、原油の値段がたった数ヶ月で20ドルから40ドルへとなんと倍になったんです。日本でもガソリンスタンドの値段がどんどん上がって、多くの会社の経営を圧迫しました。じゃあ、もし今同じようなことが起きたらどうなるのか、ちょっと衝撃的なシミュレーションですけど聞いてください。仮に
原油価格が 50% 上がったとします。そうすると、ガソリン代、電気ガス代、それから物を運ぶコストや包装の材料費が上がる、食料品なんかを全部合わせると、4人家族の世帯では年間で12万円以上も追加でお金がかかる可能性があるんです。これもう大概の家事じゃないですよね。でも話は原油価格だけで終わりません。ここからはこの問題が僕たちの生活の隅から隅までどれだけ深く影響してくるのか、その全体像を明らかにしていきたいと思います。もしホルムズ海峡が封鎖されたら影響を受けるのは石油だけ、そう思ってませんか？もしそう考えているなら、それはリスクのほんの一部しか見ていないことになります。まずはもちろん原油です。それからカタールなんかから来る天然ガスも、ガソリンや飛行機の燃料みたいな石油製品も直接ダメージを受けます。でも本当に大事なのはここからです。僕たちが毎日使っているプラスチック、例えばスーパーの食品トレイとかペットボトル、これも原料は石油です。さらに農業に絶対必要な肥料、これも石油から作るアンモニアが元なんです。つまり小麦みたいな穀物とか食料品そのものの値段も世界中で上がってしまう。影響はこんなにもいろんなものに及ぶんです。ちょっと不安な気持ちにさせてしまったかもしれません。でも、今日この話を聞いてくれているあなたは違います。なぜなら、あなたは今、この問題の仕組みを理解しつつあるからです。だから、パニックになる必要はありません。問題の構造をちゃんと知ることこそが、状況をコントロールするための第一歩なんです。知らなかった人と知っている人、その分かれ道はまさに今日ここにあります。もちろん専門家の間でも意見は分かれてます。いやいや海峡封鎖なんて非現実的だよっていう人もいれば、MIT の研究者のように、いやリスクは過去25年で一番高いよって警告する人もいます。ここで大事なのは、封鎖が起きるか起きないかを当てることじゃない。もし起きた時の影響に備えておくことの方がずっと現実的だっていうことです。ちょっと歴史を振り返ってみましょう。1973年のオイルショックの後、トヨタとかパナソニックみたいな日本の会社はどうしたか。彼らは省エネ技術とかコストの見直しにもう必死で取り組みました。その結果、危機を乗り越えただけじゃなくて、その後の世界での競争力の土台を作ったんです。これって僕たち一人一人にも同じことが言えると思うんです。それでは最後のセクションです。ここからは今日から具体的に始められるあなたの家族を守るための行動計画、言うなれば家計防衛チェックリストを提示します。ステップはたったの3つ、すごくシンプルで今日からでも始められる家計防衛の優先リストです。まず1つ目、電気代みたいな固定費を見直すこと。2つ目、持っている資産の一部を金とか外貨みたいな実物資産で持つことを考えてみること。これらはインフレとかエネルギー危機みたいな時に価値が下がりにくい資産です。そして3つ目、これが一番大事かもしれませんが、関連する情報をちゃんと追い続けること。この3つのステップがあなたの家計の防衛ラインになります。今日一番伝えたかったことの核心はこれです。こういう世界で起きている問題を理解するっていうのは、ただ知識が増えるっていうこと以上の意味があります。それは予想もできない経済の嵐からあなたの大切な家族を守るための最も強力な盾になるんです。有名な投資家のウォーレン・バフェットがこんな言葉を残しています。リスクとは自分が何をやっているかわからない時に起こるものだ。まさにその通りですよね。今日ここまで見てくださったあなたは一つの大きなリスクの仕組みを理解しました。もう何が起きているかわからないっていう状態ではありません。それこそがあらゆる備えのスタート地点なんです。最後までご覧いただきありがとうございました。さて次回はさらに核心に迫っていきます。今最も現実的にホルムズ海峡の封鎖を引き起こしそうな引き金って何なのか。そしていざという時のために日本が持っている石油の国家備蓄。これって本当に僕たちの生活を守れる量なのか。この続きが気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。次の危機が来た時、あなたは知っていた側でいられる。その違いは今日この瞬間から始まっています。